知的生産力が劇的に高まる最強フレームワーク100。本書を読む前に、結論。ある程度知識のある人が、知識の整理整頓をするときや、資料を作るときに、どの手法を使おうか考えるときなどに役立つ本かと思います。手法を使う場面ごとにグルーピングして、一つ一つの手法は簡潔に図や表を入れて記載されていますので、非常に読みやすく使いやすいのが特徴だと思います。本書は手法の全体感を俯瞰するにはよくできているのですが、一つ一つを掘り下げているものではありません。ある程度の経験がある人なら、名前は知らなくても、どこかで見たことがある図表が多いと思います。ただし、この手のフレームワークは、基本パターンを現実の使用する局面に応用させていくのが肝です。この時に本書が手元にあると、思考の見せ方を整理するのに役立つのではないでしょうか。フレームワークや思考ツールを使いこなして、仕事の効率と成果を格段にアップさせることができるでしょうか。フレームワークや思考ツールを使いこなすことは、仕事の効率と成果を格段に向上させるのに役立ちます。以下はいくつかの具体的なフレームワークと思考ツールの例と、それらを使いこなす方法です。プロジェクト管理ツール、プロジェクト管理ツール、例、トレロ、アーサナ、ジラーを使用してタスクを整理し、進捗を追跡します。これにより、タスクの優先順位を設定し、チームとの協力を強化できます。キャンバン、ボード、看板ボードは、タスクをカテゴリーに分け、進行状況を視覚的に管理するのに役立ちます。タスクがどの段階にあるかを追跡し、優先順位を調整します。マインドマップツール、例、マインドマイスター、クスミンドを使用してアイデアを整理し、新しい視点を得ます。複雑な問題を視覚的に表現し、解決策を見つけるのに役立ちます。デザイン思考プロセスを適用して問題解決やアイデア創出を行います。観察、問題定義、アイデア発散、プロトタイピング、テストのステップを経て創造的な解決策を見つけます。SWOT スウォット分析。SWOT スウォット分析は、組織やプロジェクトの強み、弱み、機会、脅威を評価するのに役立ちます。自己評価や戦略の策定に使用できます。PDCA サイクル、PDCA、プラン、Do、チェック、アクト、サイクルは、プロセスの改善に使用されます。計画、実行、評価、改善のステップを繰り返すことで、持続的な改善を実現します。ガントチャートは、プロジェクトスケジュールを可視化し、タスクの依存関係と期日を管理するのに役立ちます。SWOT スウォット分析。SWOT スウォット分析は、組織やプロジェクトの強み、弱み、機会、脅威を評価するのに役立ちます。自己評価や戦略の策定に使用できます。これらのツールやフレームワークは、仕事の計画、実行、評価、改善に役立ちます。ただし、ツールそのものが効果的であるだけでなく、正しいタイミングで適切に使用することが重要です。また、柔軟性を持ちながら、自身のニーズに合った方法でこれらのツールを活用することが成功の鍵です。本書のポイント。タイム、is, limited。時間は限られています。より自分らしく生きるために、この平等に配布された時間という貴重な資源をできる限り有効活用する必要があります。時間管理を徹底して効率よく仕事をしようというだけでは、マシンになれと言っているようなもの。マシンにできること、労働集約的なことは他に任せて、本当にクリエイティビティの高い仕事をやることが一番大事です。そのためにも、本書で紹介しているフレームワークや思考ツールを使いこなして、仕事の効率と成果を格段にアップさせることができるでしょう。MEC とは日本語で言うと、漏れがなく、ダブりがないという意味です。何かを分類する場合に注意すべき基本的な考え方で、フレームワークというわけではありません。フレームワークを使いこなすためのベースとなるコンセプトとして捉えると良いでしょう。漏れやダブりがない分類ってどんな状態？例えば、成人女性を分類するとしましょう。もし成人女性を OL と主婦に分けた場合、学生、フリーターなどは含まれませんので、漏れがあるということになります。漏れが発覚すると保管するのが大変です。つまり MECE でないと効率が悪いということなんです。成人女性の分類であれば、年齢別にする、所在地で分ける、既婚と未婚で分ける、などがあります。ボトルネックに全体を合わせて最適化する。
経営の全体最適化の改善手段として知られるようになったのが TOC、制約条件の理論です。TOC は SCM、サプライチェーン、マネジメントの背景理論の一つで、制約条件をわかりやすく言うと、ボトルネックと言います。さらに TOC を制約条件に改善活動を集中させる新しい改善手法として発展させたのが5つの改善ステップです。プロジェクトの要件を整理する。5W、1、H は、who、誰が、what、何を、when、いつ、where、どこで、why、どうして、と how、どのようにのことを指します。漏れなく入れることによって、事実が正確に早く理解されるのです。5W と 1H は文章作成の基本メソッドですが、ビジネスコミュニケーションでも、客観的な事実を正確に伝えるために必要な考え方となっています。その尺度を測る 5F、マイケル、E、ポーターが提唱した 5F とは、業界に影響する5つのフォーシズ、圧力、競争要因から、その業界の特徴、収益性、継続性など業界の美味しさを判断するフレームワークです。業界の魅力がどのくらいあるかを把握するのに便利です。5F を使えば、経営資源の優先投入先を決めたり、新規参入の是非を判断する際に役立ちます。売上の8割は2割の売れ筋商品から、企業の商品別売上、従業員の生産性、国内の金融資産、様々な要因を考えたとき、大勢は少数の要因によって決定されると言われています。例えば、売上で言えば、売上の 80% は全商品の 20% によるといった解釈がこれに当たります。俗に80対20の法則と呼ばれますが、厳密に80、20になるとは限りません。一般的に少数が大勢を占めるという経験則をパレートの法則と呼んでいます。フレームワークとは、フレームワークは特定の目的や目標を達成するための基本的な構造や枠組みを提供する体系的なモデルやアプローチです。具体的には問題解決、プロジェクト管理、意思決定など様々な領域で使用されます。フレームワークは以下の特徴を持っています。構造化された手順やステップ。フレームワークは問題の解決や目標の達成に向けた明確な手順やステップを提供します。これにより作業を体系的に進めることができます。共通の原則や基準。フレームワークは共通の原則や基準に基づいて設計されます。これにより一貫性のあるアプローチや判断を可能とし、効果的な結果を得ることができます。ベストプラクティスやガイドライン。フレームワークは過去の経験や実績に基づいたベストプラクティスやガイドラインを提供する場合があります。これにより成功例や失敗例からの教訓を生かし、効率的な方法を選択することができます。柔軟性と適応性。フレームワークは特定の状況や目標に合わせて柔軟に適用することができます。必要に応じてカスタマイズや変更を加えることで異なる環境や課題に対応することができます。一般的なフレームワークの例としては SWOT スウォット分析や PDCA サイクル、プラン、Do、チェック、アクトがあります。これらのフレームワークは特定の目的に対して問題の分析や改善プロセスを提供します。フレームワークはより効果的な取り組みや結果を得るために活用されます。特定の目標に向けてアプローチを構築する際にフレームワークを参考にすることでより体系的なアプローチが可能となります。日本書籍Enjoy Japan Lifeへようこそ。私たちのチャンネルでは日本の書籍に関する最新情報から深い洞察までを皆さんにお届けします。豊富な読書体験を通じて日本文化の魅力を深く探求していきます。ぜひチャンネル登録やenjoyjapanlife.com へのアクセスをお願いします。ビジネス場面での応用性。ビジネス場面では様々なフレームワークが使用され、様々な目的に応じて応用されます。以下にビジネス場面でのフレームワークの応用性のいくつかを示します。戦略立案と計画。ビジネスの成長や競争力を向上させるためには、明確な戦略と計画が必要です。戦略的フレームワーク。例、SWOT スウォット分析、PDSTDL 分析、5、フォーシズモデルを使用して、組織の内外の状況を評価し、戦略や計画を策定することができます。プロジェクト管理。プロジェクトの管理では、フレームワーク、例、
ウォーターフォールモデル、アジャイル開発、スクラムが使用されます。これにより、プロジェクトの目標設定、スコープ管理、タスクの割り当て、進捗管理などを効果的に行うことができます。問題解決と意思決定、ビジネスの日常業務や課題解決では、フレームワーク、PDCA サイクル、5@1H、フィッシュボーンダイアグラムが使用されます。これにより、問題の分析や原因特定、解決策の選択、実行と改善を行うための手順が提供されます。マーケティング戦略と顧客分析、マーケティング活動では、フレームワーク、STP 戦略、4P マーケティングミックス、顧客セグメンテーションが使用されます。これにより、ターゲット市場の特定、市場セグメントへのアプローチ、商品やサービスの設計とプロモーションの計画が支援されます。プロセス改善と効率化、ビジネスの効率化やプロセス改善には、フレームワーク、Lean、6、シグマ、改善、バリューストリームマッピングが使用されます。これにより、現行のプロセスの分析、無駄の削減、改善アクションの設計が行われます。プロダクト開発とイノベーション、新しい製品やサービスの開発やイノベーションには、フレームワーク、デザイン思考、ジョブ理論、カスタマー、デベロップメントが使用されます。これにより、顧客ニーズの理解、アイデアの発掘、プロトタイピング、市場への導入を促進します。パフォーマンス評価と改善。ビジネスのパフォーマンス評価や改善には、フレームワーク、バランススコアカード、OKR、パフォーマンスマネジメントが使用されます。これにより、目標設定、パフォーマンス指標の定義、フィードバックの提供と改善策の実行が支援されます。リスク管理とコンプライアンス。ビジネスのリスク管理やコンプライアンスには、フレームワーク、リスク評価マトリックス、コンプライアンスフレームワーク、内部統制が使用されます。これにより、リスクの特定と評価、コンプライアンス要件の遵守、適切な対策の実施がサポートされます。フレームワークは、ビジネス活動において組織や個人の意思決定や行動をサポートし、より効果的かつ効率的な結果を生み出すための基盤となります。適切なフレームワークを選択し、適用することで、ビジネスの課題解決や目標達成に向けた取り組みが強化されます。以上です。本に関してご質問をコメント欄にお願いします。では、また次の本に会いましょう。